皆さんこんにちは。オフィスジャーナルを運営してますあるある不動産の浅田です。今回は長崎県波佐見町の三ノ俣港にある中古物件をご紹介いたします。場所は長尾号を通る県道1号線を入り込み、車で2分ほど登った場所に今回ご紹介する物件があります。今見えているオレンジの建物が物件になります。物件の周りは山に囲まれていて、通りに沿って川が流れています。山々の谷になっているので、このような自然豊かな地域になっています。それではまず物件付近の環境を見ていきましょう。まずはドローンからの様子になります。物件はちょうど道沿いに立っていて、玄関の向きは南向きになります。東側と西側の両サイドには山がありますので、朝夕は日当たりが少し悪くはなりますが、日中はとても日当たりのいい場所です。今回購入される際は裏山もついてきます。何か利用する際は少し傾斜があるので利用しづらくはありますが、広めの敷地をご検討されている方にはぜひおすすめの物件です。物件からさらに登った上の地域にも住宅が数軒立ち並んでいます。上空から見てもこのように自然豊かな地域ということが伺えます。はい、それでは物件を見ていきましょう。建物と裏山の間にはスペースが少しあって、こちらは宅地になっています。現状では草や木が生い茂っていますが、しっかり管理することで何かの用途として有効利用することができそうです。こちらは小屋の裏口になっているようです。建物自体はかなり老朽化している状況です。壁部分はこのように粉がつく状態になっています。こちらが道路からの入り口になっています。広さは車が1台通るほどの広さです。こちらが物件の正面部分になります。向かって左側の奥にはこのように老朽化した小屋がありました。こちらも作業場部分になっています。まずはこちらから見ていきましょう。室内はだいぶ傷みが見受けられます。
もともとは作業場と母屋がつながっていた名残があります。現状では壁で仕切られている状況です。こちらは先ほど見た裏山側の敷地です。こちらには昔貯蔵庫として使用されていた穴が今でも残されていました。こちらの穴は当時の池の跡のようです。玄関からの様子です。このように瓦は傷みが見られます。それでは室内を見ていきましょう。室内は以前リフォームなどが行われているようで、玄関フロアは外観の和風の雰囲気とは違って洋風の作りになっています。こちらのタイル部分は以前のものがそのまま使用されているのかもしれませんね。壁や天井はクロス仕様になっていて、白い壁紙が貼られています。よく見てみると、このように汚れや傷みも見受けられます。このように壁紙が浮いていたり、剥がれもかなり見受けられる状況でした。こちらも壁紙の浮きが確認できますね。玄関はシンプルな作りになっています。それではまずこちらの部屋から見ていきましょう。こちらは縁側と台所のちょうど中央部分にあって、おそらく当時は和室スペースだったのではないかと思われます。現状では板張り仕様になっています。こちらは少し広めの作りの縁側になっています。天井にはこのように少しシミの跡も見受けられました。
こちらは座敷スペースになっているようです。こちらの削られたような跡はおそらく動物がかじった跡ではないかと思われます。現在ちょうど12時を回ってます。波佐見町は12時になるとこのようなチャイムが鳴ります。応援からの様子です。ちょうどこちら側は南向きになりますので、日当たりも良好です。天井部分にはこのように立派な梁も使用されていました。少しこちらの床はブワブワとたわんでいる状況でした。こちらのドアは補修の跡が見受けられました。それでは次に台所部分に行ってみましょう。キッチン部分は比較的綺麗な状態でした。こちらは温水器のリモコンになります。こちらの部屋は 7.5 畳の洋室になります。そして床部分なのですが、このようにかなり傷んだ状況になっていました。ブワブワとたわみも見受けられます。次にトイレやお風呂など水回り部分に行ってみたいと思います。トイレは簡易水洗タイプで汲み取り式になっています。次は脱衣所と風呂場になってます。お風呂場はタイル張りで古めのタイプの浴室になってます。
こちらのドアも少し表面がブワブワと浮いている状況でした。それでは次に2階部分へ行ってみましょう。こちらも少したわみがあるようです。2階部分には洋室と和室がそれぞれ1部屋ずつあります。こちらは洋室で7畳ほどの広さがあります。屋根の表面はこのように少し剥がれた状況になっていますので、塗装などをされた方がいいかもしれません。そしてこちらにも天井部分にはシミの跡が見受けられました。こちらは和室スペースになります。天井部分は塗装がされていたようで、比較的綺麗に保たれていました。押し入れも綺麗な状態です。こちらの障子などは立て付けがあまり良くないようで、開け閉めが少ししづらい状況でした。そしてこちらの敷居部分を見てみますと、シロアリの被害があっているようです。かなり痛みを見受けられますので、修理が必要になります。引き渡しの際はシロアリ駆除と防御工事を行って引き渡しされます。はい、それでは今回の物件はいかがだったでしょうか。建物自体の傷みもある状況ではありますが、自然豊かな地域でのんびりと生活するにはおすすめの地域です。ぜひご検討ください。